皆さん、こんにちは。浩平です。よろしくお願いします。今日は自己紹介シリーズの3つ目、出身地についてお話をしようと思います。1と2で名前についてお話をしました。自己紹介ね、名前から出身地とか趣味とかいろんなこと説明しますよね。どれくらい日本語を勉強したかとか、面接の時も仕事の時も初めて友達ができた時とかも必ず自己紹介をすると思います。それぞれのシチュエーションに合わせてどんな文法を使うと簡単に自己紹介をすることができるのか、それについてお話をしようと思っています。パトレオンの方にも動画を出しています。パトレオンの方ではスクリプトを見ながら勉強することができます。新しい文法、あと文化とかね、見ながら聴解の練習をしたり、ディクテーションの練習をしたり、いろんな勉強ができると思います。興味がある人はパトレオンの方でも見てください。YouTube の字幕機能で日本語と英語とインドネシア語、好きなもので見ることができます。自分の好きな字幕をつけながら動画を見て楽しんでください。今日は出身地を話す時の自己紹介のフレーズについてお話をします。出身地、皆さんわかりますか？出身地というのは子供の頃に長く育った場所を表すものです。例えば、東京で生まれても生まれてすぐに引っ越しして大阪で長い時間を過ごしていたら出身地は大阪になります。自分が長く育った場所、自分の、思い出ではないけど、自分の最初の記憶がある場所みたいなイメージを持ってもらえたらいいのかなと思います。私の場合は生まれてから20何年かずっと愛知県で暮らしていたので出身地は愛知県です。今日はその出身地であったり住んでいるところを表すフレーズを勉強していきます。まず出身地を表す代表的なフレーズのから来ましたから参りましたの勉強をします。この2つの言葉はその日のために遠いところから来た時の出身地の表し方。その日のために遠いところから来た時にどこから来たかを説明するための文法です。まず1つ目。はじめまして、浩平です。愛知県から来ました。一番基本的なフレーズです。言葉の通りで自分が来たところを言うことができます。ただ、これもシチュエーションによって相手によって話すことが変わってきます。例えば、私は今、インドネシアのスラバヤに住んでいます。だいたい2年ぐらい経ちましたね。で、職場はシドアルジョという隣の町です。その町で日本人に会った時、インドネシア人に会った時、これで話すことが変わってきます。例えばインドネシア人に会って自己紹介をするときは日本から来たって言ってもいいんだけど、今はその日仕事のために来ていて普段住んでいるところはスラバヤなんですよね。なので私はスラバヤから来ましたと言っても問題はありません。あ、スラバヤに住んでるんですねっていう話になります。ですが、日本人が来た。例えばお客さんとして日本人が来た。友達でも誰でもいいです。日本人が来て自己紹介をするときに、私はスラバヤから来ましたっていうと、スラバヤ出身、スラバヤで生まれてスラバヤで育ったのかなって思われてしまいます。相手が日本人なので、その時どこから来たかでいくと、日本のどこから来たかになるんですね。インドネシア人相手だと、日本から来た、もしくはインドネシアのどこに住んでるかが話のポイントになるんですけど、日本人と話すときは、日本のどこから来たかを言わないと、インドネシアのどこから来たかを言ったところで、よくわからないまま話が進んでしまうので、そういったときは、日本人に対しては愛知県から来ましたと言います。インドネシア人に対してはスラバヤから来ましたと言います。これはね、場面によって使い分けることができると思います。その話の流れで相手が自分の何を知りたいかによって変わります。インドネシア人と話していても、日本から来たのはもう分かってるんですよね。日本人だから。それはもう最初に分かっていて、じゃあ今どこに住んでんの？スラバヤから来ましたって言ったら、スラバヤに住んでいるということも一緒に伝わりますよね。逆に日本から来ましたっていうと、観光客みたいになるんですよ。その日のために来たところなので、日本から旅行のために来たっていう意味になるんですね。なので私は住んでいるところも含めて伝えたいので、スラバヤから来ましたと言います。皆さんに置き換えると、日本に行って自己紹介をする。おそらく会社とアパートはすぐ近くですよね。だからどこどこから来ましたっていうのは、インドネシアから来た。もしくはインドネシアのスラバヤから来た。インドネシアのジャカルタから来た。インドネシアの例えばランプンから来た。といったように、インドネシアのどこどこから来たっていう言い方をした方がいいです。これはなぜかというと、住んでいるところがその発表しているところのすぐ近くだし、最初の自己紹介はインドネシアから来てすぐなので、
自分がインドネシアから来ましたよ。インドネシアのどこから来たか。これを伝えた方がいいんですね。例えば、愛知県のアパートに住んでいて、愛知県の会社なのに愛知県から来ましたっていうと、もう長い間愛知県に住んでいてっていうふうに考えられてしまいます。実習生とか特定技能、擬人国のビザでもそうだし、ビジネスで来た場合でもそうですよね。まず自分の国から日本に来ているわけですから、日本人に話すときは、自分の国と、できれば地名も言った方がいいですよね。インドネシアのスラバヤから来ましたって言った方がいいかなと思います。次です。はじめまして、浩平と申します。愛知県から参りました。これはさっきの来ましたの丁寧な表現です。浩平ですのところも浩平と申しますに変えました。丁寧な表現をしたいので、浩平です、愛知県から来ましたというこのただの丁寧形から1個丁寧さを上げたいので、全部上げた方がいいですね。浩平ですを浩平と申します。愛知県から来ました。愛知県から参りました。このように全部上げる。一つだけ上げると、一つの文章の中の丁寧さがずれてしまうので、何を言ってるのかよくわからなくなっちゃうんですね。丁寧形というのは相手に対する敬意を表すものなので、一つの言葉が敬意がなくて一つの言葉が敬意があるだと、どっちが本当かよくわからなくなってしまいます。これも敬語の難しいところなんですけれども、自己紹介で丁寧にしたいときは全部を一気に丁寧なところまで上げてあげた方がいいと思います。参りますっていうのは行く、来るの謙譲語ですよね。明日8時に参りますは明日8時に行きますという意味です。謙譲語、目上の人に対して自分がする行為を一つ下げて相手に対して敬意があるよっていうのを表すための言葉です。みんなの日本語の49、50ぐらいで勉強するんじゃないでしょうか。N3、N2 ぐらいになるとね、仕事の場面で敬語を使うこともかなり多くなってくると思うので、これも少しずつ勉強した方がいいですね。使い方、意味自体は来ましたと同じです。それが丁寧なのかどうかですね。ビジネスなのか、面接なのか、友達と話すのか、友達の友達と話すのか、子供と話すのか。これによって丁寧形、敬語、どれを使うかっていうのは分けた方がいいと思います。この参りましたっていうのは面接の時だったりビジネスの時の初対面の自己紹介。こういったところで使う時の文法です。ただ、来ましたっていうのも丁寧形なので全く問題ありません。面接の時に使っても大丈夫。ビジネスの時はできれば、参りましただったり、いろんな敬語を使えた方が、印象は良くなるかなと思いますが、皆さんが使う分には来ました、来たとか、普通形じゃない限りは全く問題ないと思います。来ましたと参りましたを、勉強しました。これはですね、その日のために遠くから来たということを表すための文法です。次に出身ですという言葉もあります。愛知県出身ですということもできます。これさっきの出身地の出身ですよね。子供の頃から長く暮らしてきた、長く過ごした場所を表す。私だったら日本人と話している時に、私は愛知県出身ですというと、相手は私が日本に関してよく持っている知識を把握することができるんですね。例えば愛知県だと近くが三重、岐阜、静岡、長野といったものがあるんですけど、相手がそこだった場合、近いところの話で盛り上がることができますよね。逆に遠くだった場合は、愛知県って何があるんですかとか、どういったものが有名なんですかっていう話もすることができます。自分が生まれたところがどこで、どんな知識があるかっていうのを伝えることができるので、これもすごく使いやすくて便利な言葉です。例えば皆さんが5年ぐらい日本に住んでいて、ものすごく日本語が上手になったタイミング。愛知県に住んでいるが、出身地はインドネシアだと。っていう時に、今どこに住んでるんですかと聞かれた。その時に愛知県に住んでいます。ですが出身はインドネシアのバリ島です。っていうと、今は長い間愛知県にいる。だけど、生まれたところ、育ったところはインドネシアのバリ島。インドネシアのバリ島の話もできるし、愛知県の話もできるよね。っていう自分の紹介を2つともすることができるんですね。この出身というのもすごく使いやすい文法です。で、質問されるとき、面接とか自己紹介とかで質問されることあると思うんですけど、この時どこから来ましたかはあまり使いません。出身はどこですか、出身地はどこですかと聞くことが多いです。あまりどこから来たんですかとは言わないですね。で、その出身はどこですかと言われた時の返事は、愛知です。これで大丈夫です。これ特に丁寧形とか、グッと敬語にすることもないし、そのまま愛知ですって全く問題はありません。これよく間違えられるんですけど、出身はどこですかって、どこですかっていう文法なので、何々ですと返せば OK なんですね。
わざわざどこどこに住んでいてどこどこから来ましたってすごく長く他の動詞を使うこともないです。質問の文法の通りにそのまま返してあげると、シンプルで一番伝わりやすい。相手が聞きたいことをそのまま返すことができているので、そこは気をつけながら相手の文法を聞いてそのまま返すっていうのを練習するのがいいかなと思います。最後に、そんなに遠くないところに住んでいる場合のフレーズです。自己紹介をするとき、会社にいる、レストランにいるとかでもいいと思うんですけど、今その近くに住んでいて、もう長い、半年とか1年とか、経っている場合によく使うフレーズです。はじめまして、浩平です。今、愛知県に住んでいます。これは話しているところが愛知県の近く。で、そのまま帰れる距離。さっきは遠くから来ただったんですけど、今回は近くにいます。近くに住んでいるということを伝えることができます。今、スラバイに2年住んでいますが、ジャカルタで日本人に会った時は、スラバイに住んでいますというと、長い間スラバイにいる。スラバイのことが詳しい。で、このまま帰れる距離だ。みたいなことを伝えることができます。スラバヤから来ましたとかでもいいんですけど、来ましたっていうと、その場所を移動してるっていうイメージが強いので、今日は帰らないとか、もうこの仕事のためにスラバヤから出てきて、これからジャカルタに住みますみたいな印象も出てきちゃうんですよね。これはシチュエーションによって意味が変わってくるので、来ましたと住んでいますは、使い分けが必要かなと思います。で、これどんな時に使ってほしいかっていうと、相手もその近くに住んでいる時とかは、使ってみてほしいですね。例えば私がこのスラバヤの近くで日本人に会って、私今スラバヤに住んでいますって言った時に、相手がシドアルジョに住んでいたとしたら盛り上がりますよね。あ、シドアルジョなんですね。あ、スラバヤなんですね。どの辺りに住んでるんですかっていう。その話で数分盛り上がることができる。それだけで相手に対しての印象も良くなってくるので、この住んでいますっていうのは、相手が自分の住んでいる場所について知っているかどうかとか、逆に知らなくてもいいと思います。今、スラバヤに住んでいます。あ、スラバヤですか？聞いたことないですねって。あ、スラバヤっていうのはって言ってスラバヤの紹介をする。そうすると新しい話ができて、それはそれで盛り上がる。ので、この住んでいますっていうのも非常に便利な言葉かなと思います。ということで、最後に、話す時のポイントをお話しします。これ来ました。もう参りました。もう出身です。もう全部同じです。全部同じポイントに気をつけてほしいです。それはゆっくり、はっきり言うことですね。愛知とか新潟とか三重とかは、割と分かりやすいんですけど、あとスラバヤとかも分かりやすいですよね。ただ、日本人にとっては、外国の地名ってすごく聞き取りづらいんですよね。日本語の音の作り方と全然違ったりするので、スラバヤ、ジャカルタとかは分かりやすいんですけど、ジョグジャカルタみたいな、ちょっと長かったりとか、カタカナで表記するのが難しい時、で日本語の発音とインドネシア語の発音が違ったりすると、本当に聞き取れないです。私は今2年ぐらい住んでいるので、大体聞き取れるんですけど、皆さんが行く会社とかビジネスをする相手っていうのはインドネシアに馴染みがなかったりしますよね。インドネシアのことをあまり知らなかったりすると、それはすごく難しいので、ゆっくりはっきり言ってあげてください。それで顔を見ながら伝わってないなって思ったら紙に書くとか、スマホで調べてあげてこういうところですって言ってあげるといいかなと思います。無理やりカタカナの言い方を練習しなくてもいいかなと思います。最近はスマホもあるし、ちょっと書いてあげれば分かりやすかったりもするので、めちゃくちゃ練習をしなければならないということではないんですが、ゆっくりはっきり伝えてあげると、それだけで親切な印象もあるし、すごく自己紹介として素晴らしい自己紹介になるんじゃないかなと思います。今日は自己紹介の3つ目ですね。出身地の説明の仕方についてお話をしました。どうでしたでしょうか。これから面接を受ける人、もう面接が終わって、これから日本に行って自己紹介をする人、日本語が上手になってきて、いろんなビジネスを始めようと思っている人、日本人の友達を作りたいと思っている人、いろんな人にとってすごく便利なフレーズだったんじゃないかなと思います。ぜひ繰り返し見て、たくさん練習してみてください。シチュエーションによって使い方が違うので、もし悩んでいることがあれば、YouTube のコメント欄だったり、Instagram の DM なので質問をしてください。皆さんの質問がみんなにとってもすごくいい情報になると思うので、みんなでたくさん勉強ができたらいいなと思います。
この動画が良かったと思っていただけたらチャンネル登録や友達へのシェア、であとコメントもね、よろしくお願いします。あと、パトレオンではスクリプトを見ながら勉強することができます。スクリプトを見ながら勉強すると、聴解の練習にもなるし、ディクテーションができたり、新しい言葉、新しい漢字の勉強もできたりします。文章だけを見て勉強するということもできるので、読解の練習とかもできると思います。スクリプト、使い方によってはすごく便利なものだと思うので、興味がある人はぜひパトレオンの方に来てください。私と交流する場もたくさんありますので、登録いただけたらと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。